嫁ぐらいの雰囲気だった。そうやん。第二夫人。俺の嫁ぐらいの雰囲気。青木さん、あります。はい。あ、できた。ビールもらえます。ハイボール一つとビール。ハイボールとビール。はい。地元の方なの。地元。昔からある。ハイボールとビールです。ビールだけでキリンと朝日が入ってる。朝日で。静岡へ来ていただいたら何と言っても黒はんぺんだね。何ですか？黒はんぺん。黒はんぺんって静岡にしかない。東京にはないですね。なんか最近あるみたいね。東京にも売ってるみたい。こういうね、こう真っ黒いはんぺんの。はんぺんじゃない。イワシの。じゃあそれを2つお願いします。それでこれも美味しいです。じゃあそれもお願いします。はい。で、やっぱりおでんって言ったら牛すじ。牛すじ。1個だけお願いします。はい、どうぞ。楽しみにしてる。じゃあ大根。じゃあ牛すじ。牛すじますか？久能山行ってきました。あ、久能山。めちゃくちゃ疲れました。コメントしづらいんだけど。いやでもまあ。いやだってさ、本当に。いやでもちょっとイケメンちょっとね、イケメンだって。イケメンですよ。よかったね。イケメンって言ってくれたよ。ありがとうね。いやそう言わなきゃ、だってしみじみ見てあなたいい年じいさん。いや不細工だねっていうわけにいかない。そうじゃない。まあ否定もしない。私も言われるですよ。若い頃相当すごかったでしょうね。全然ってそれはないです。はっきり言って。いやでもなんかオーラありますよ。ああ、それはその占い師の人がそう言ったけど全然ね。いやでもなんか女性のオーラありますよ。ほらあるね。オーラありますよね。そう。うん。不動なんかいろいろあったね。よっぽど。何もないよ。人生平々凡々でいくかと思ったら平々凡々じゃなかった。まあ今が一番いいかなって感じ。いいじゃないですかそれ。一番いいですよ今そんなね。幸せなわけ。幸せっていうよりも自分で別にお店も持ってるし、孫もいるし、お店ってこのお店じゃないですけどね。あ、そうなんですか。ね、ねって知らないけど。そうです。まあさっき何かあるんですね別にまた。昼間ね、夜はここオーナーさんに頼まれたから。あ、じゃあお手伝いみたいな。昼間はブティックやってるんですよ。あ、そうなんですか。あ、でもなんかアパレルな感じしますよね。ちょっと。ブティックおしゃれな感じ。ね。隣のね、東進店隣に。隣のまあまあ近く。私は売り上げまあ今いいや。ね。大丈夫大丈夫。飲んでください。いらっしゃいませ。どうぞ。面白いですね。釜山は日本に一番近いから。そうですあ、そうですね。すぐ行ける。全然知らない。一番近い。だって1時間ちょっとで行っちゃう。
船で行ったんですか？お父さんなんか無理ですよ。そうですよいやもうね、そろそろ行かないと。いや俺のいやいや、ありがとう。一回だけ。いやいや、いや9月いっぱいだけ。おごり気持ちだけでありがたい。一番高いの何？一番高いの？いやもうな。羽錦？ノンストップ。ノンストップ結構前のやつですね。いいが楽しかった。それが前ですか？歩いて10分ぐらいですね。あ、ほんと。 엄정화 나오는 스파이 이야기. 스파イね。진짜面白い. これ面白かった。 논스톱 영화? 네, 엄정화가 스파이야. 그래서 태국이 안에서 하는 거. めちゃくちゃ面白かった。 아, そうですね。それアマゾンプライムで無料で最近見れてで見たんちょっと待って。でも結構見てるよね。面白い。エンターテインメント面白い。BTS。エクソとか知ってます？エクソとか。エクソ。はい。新しい人？アイドルなんですけど、はい。アイドル？はい、アイドルなんですけど、この前韓国で働いてる時、ビジネスクラスを飛行機乗ったんですけど、日本に来る時でエクソと一緒に乗りましたが、はい。エクソと？はい。で、知らないくせに。私の隣に EXO っていう。人がいたんですか？いいエクソ。あ、はい、はい、はい。そうなんです。ちょっと顔見てもわからなくて、すごい冷静。すごいね。すごく怖かった。全然わからない。私も独身かなと思って。なんで？奥さんにバレてますよね。その時間で来ないってことは寄ってるなみたいな。でも一応日付変えるかもと言ってやるので。映画撮るよね。5歳と2歳？はい。2人を。女の子、男の子？上の子は男の子で、下の子は女の子で。情報交換がすごい来たから。ああ、向こうに住んでるね。あ、手術室ね。あ、メスとか渡す。そうですそうです。大変だ。土日とか呼ばれる手術で呼ばれると、そのまま30分以内に病院行って、でまあ終わるまでずっとやって。あ、自分が仕事の日じゃなくてもまあそれもありますね。自分が一応なんか予備日みたいな。そう当番とかのそれで呼ばれちゃうと、まあ手術行ってまあ早くて3時間ぐらいかかるんで、ちょっとご飯とか全然食べなくて、今日は私一番そういう気になることがあるんだけど、結構手術って長い時間かかるじゃないね。で、例えばの話を生理現象ね、トイレとかよく聞かれますけど、そうでしょう。全然トイレ行きたいなんて思わない。ドクターなんかどうするのかな。全然トイレとかどうなんだろう。みんな多分トイレ行きたいと思わないじゃん。集中してるから。疲れるでしょ。緊張感もそうですし、全然僕もだから10時間ぐらい手術があっても全然トイレ行ったりとかなんない。ただ物だけ言いますけどね。全然トイレ行かない。でも多分誰でもそうあの場に立って多分行きたいとかでも。その前に行くのかな。しっかり緊張感。立ち張ってるから。緊張感があって。それなんか命を預かる緊張感みたいなのがあるんですか？ありますね。緊急手術とかだったらありますね。結構でも結構死にそうになる場面ありますよ。いやだから、どうやってこのメンタルを持たせてるのかな。なんかそうですね。僕10年ぐらいやってます。1回だけ死ぬ亡くなるぐらいですかね。でもその人はもう本当にギリギリのところで来てやっぱりもう無理かまあやっぱダメだったみたいな感じだったので、それはなんだろう。
まあそれ手術中はまあそうだったんですけど、自分のミスでしょ。例えばそのなんかそのミス。なんかミスミスですか？なんかハサミが抜けちゃったとかよくあったよああ、ね。そうですね。ダブルチェックすごいんだって。まあそっか。ミスでなミスでなるぐらいのそういうことはないですよね。ミスとはないです全部ね。チェックでも細かいなんか間違いとかそういうのは結構ありますけど、別にそんな命に関かかるようわることはないなミスはないです。そうです。そうなんだ。チェックはすごいと思います。でも手術室ってすごい寒いじゃない。あ、寒いです寒いです。ねそうなんですよ。19度みたいなところ。本当に寒い。半端ないほど寒基本はそうですね。その理由は何ですか？い。家が離れないですよ。あ、そうです。それもあります。繁殖繁殖しないようにじゃない。あとは整形外科の手術でも人工関節。私入ってる両方。あ、やってます？股関節両方股関節やりますすごい寒かっだかた。らそれやるときはセメントをその人の体用のセメントを入れるんですけど、その人工関節作るためにその時19度じゃ固まっちゃうので、その温度にしてください。寒くて半端ないよね。あれびっくりした。すごく面白いんですよね。でもね、すごいんですよ。韓国の彼なんですけど、すごい海底の方。あ、そうなんですか。あ、でもすごく看護師の話すごく面白くて、本当ですか。すごい違う話でつまらんかなと思って。IT って何をやるんですか。このゲームのテック PM っていうプロダクトマネージャーなんですけど、違う。ちょっちょっと違いますね。ゲームパブリッシングをしてますので、私の会社の方でとかサーバーの運営とかいろいろやってます。はい、横文字がすごい多い。二人ともそうなんですか。いえ、韓国から日本語お願いします。はい。検査肝ですね。この肝の病気の肝。はい、今生命科学の研究員で肝にすごいじゃないですか。肝キャンサーですね。それに優秀。頭いい。すごい。それはずっとそうなろうって思ってたんですか。 지금까지 계속 그거 하려고 마음 먹었. 하이. すごいな。私もわからないんですけど。何年ぐらいって言います。多分5年ぐらいですけど、私が日本語聞いて理解は多分80%は大丈夫なんですけど、話がちょっとめっちゃ難しいですよね。ちょっと看護師に関してちょっと質問ありますが、韓国の場合はすごくこのパワハラとかすごくて、看護師の世界で、パワハラとかなんか上の人はすごくなんか責めるとかそういうもありますが、日本はどうですか？ありますね。あります？めちゃめちゃありますよ。めちゃめちゃありますよ。例えば、まあ医者から看護師へのパワハラがすごいきついっていう、まあある一人がすごいきつい人がいるんですよ。なんだろう、例えばさっき話したメスはいみたいなやり取りが1秒でも遅れると「やばかせ!」みたいな感じでそう言うんですよ。気がそこで自分の思ってるようになんかやらなければすぐになんか最初はなんかもうボソボソ何言ってるか分かるんですよ。なんか僕ら使うものとかお金が高いものとか使い切りのものとかは確認しなきゃならないんですね。これ出していいですかとかそれとその確認をしなきゃならないっていう動作でこれ出していいですかって買いませんみたいなっていうパワハラもあるし、あとはなんだろうな、まあでもその手術やってる時になんかもたついてたらすぐ怒られるとかよくありますよね。なんかいつものみたいな感じで言うんですよね。そういつもの出してみたいな言うのにいつもなんてみたいな。いいやみたいな。常連だったけどね。本当
違うんだな。誰でしたっけみたいいつもってダメなんですよ。だからそのそうだね。その土はいかんでしょうしね。本当にその安全管理上ダメなんですよ。ダメですよね。そう。明確にね、そう言ってほしいですよね。間違っちゃいけない時はそうわかるけど、さだってドクターっていうのはそのちょっと上じゃないですか。はい。そのなんかそのらしさとどういうふうに。でもなんか確かに昔僕もまだ手術室に移動したりとか、そのぐらいは先生とのすごい距離を感じたんですけど、感じますよねどうしてもでもこの年になって若い先生とか来るから、別にその人たちにはどうするの？何するの？やっぱそうなんです。そうがないんですよ。でなんか彼らも別になんだろう看護師だからとかって言われる思わずなんかじゃあこれお願いしますみたいな感じなんで、だからそういう距離感は縮まらない。いい意味で言えば、そう距離詰めてそう話せる感はありますね。どうするみたいな、なんか変な隔たりが来る。これはだからそういう経験がものを言ってるなんかやっぱりこうやっぱそこの経験が埋めるっていう。そうですね。距離感があると結局この手術って何準備すればいいんだろうみたいになるんですけど、ある程度こうフレンドリーとかそのぐらいやってるとどうするの当たらないんですよ。どうするのみたいな感じになって面白いよね。っていうふうに僕らも攻めれる。やっぱりその対ドクターだとしても、経験がそうですね。スキルがそうですね。だから自分の年近い先生とかは別にその中で連れ感覚で話そうかなぐらいで思ってもやっぱり仕事もうまくいく感じですね。スムーズですよね、その方がね、きっと。そこででも行くにはやっぱ何年か3年か4年かありますね。そりゃそうです新卒の子とかはやっぱりそんな感じですね。なんかマニュアルにこう書かれたような感じの聞き方をするんですね。この患者さんのこれはこれでよろしいですかみたいな。 아니 근데 우리 옆에 있던 남자분이 되게 인터뷰였어. 그치? 그리고 중간중간 자꾸 저 사람 궁금하진 않은데 우리 어디서 왔는지 뭐 하는지 다 얘기해줬어. 맞아. 아 되게 뭐지 뭐 TV 진행자 같은 느낌이었어. 거의 유재석이었어. 맞아 맞아 유재석. 맞아 유재석. 아 진짜 웃겨. 밑에 것도 맛있겠다.